はちょっと上がったと言えるけど、言うても1、つまり目薬1本分にも満たないわけよ。そしてそれは一時的で戻ってくる。眼科医の平松です。今日は2025年最新研究によって運動が目に与える影響、特に緑内障患者さんについて意外な研究結果が出てきたんで、ちょっと今日の話聞いていただければ、損はないと思うんで、最後まで聞いていただければと思います。今日のお話は2025年のグライフェイズアーカイブクリニカルエクスペリメントオプサルモロジーっていうね雑誌のエイプリルに出ているものとなります。でこの研究はどういうものか、そもそも目と運動って、関係あるのっていうところからスタートなんですけど、運動すると血圧上がったりだとか心拍数が増えたりしますよね。ってことはやはり体全体、目にとっても影響はやっぱするんですよ。じゃあどのぐらいの影響がするのか、そしてそれはいい影響なのか悪い影響なのか、そしてどんな運動が影響してしまうのかっていうのが重要になってくるわけですよね。そこで今回やったのは筋トレになります。例えば有酸素運動とかいろんな運動がありますけど、筋トレに関しては目にとって悪いんじゃないかって説といいんじゃないかっていう説があるんですよ。でどっちなのっていうのを見るためにちょっと調べたもんです。じゃあなんで今まで筋トレが目にとって悪いかもって言われてたかっていうと、これは分かってることで、筋トレっていうのは筋肉を使って運動する無酸素運動というものです。無酸素運動というのは息吸いながら普通にして、その呼吸から使ったエネルギーを使って、やる運動、つまり有酸素、歩いたり、これとは違う。例えば歩くのって、極端な話1時間だろうが2時間だろうが歩けるじゃないですか。じゃあ筋トレで重いものこうやって持ち上げるの1時間できますかっていうことです。たまにできる人いるんだけど、普通できないわけですよ。すごい軽いのやら別ですよ。もうそれは有酸素運動なんで、すっごく重たくて10回ぐらい持ち上げるのが限界って言ったらもう10回で終わっちゃうわけだから、もう持ち上げられないわけですよ。これを無酸素運動っていうんです。で有酸素運動っていうのは息を吸いながらやるから、体の負担はもちろんゼロじゃないけども、そんなに強くないことが分かってるんですよ。だから有酸素運動をすることによって体が悪くなるっていうのは、量が多すぎなければ大丈夫だよねって言われてるわけですよ。一方で無酸素運動、筋トレみたいなのってすごく力んでしまうし、血圧も上がるわけだから、どうなのってところもあるわけですよ。例えば全然運動経験ない人が寒い中突然激しい筋トレしたら脳の血管とか切れたりとかする可能性あるわけじゃない。こういうことなんですよ。それが心配だよねって言われているわけです。で特に目に関しては息む、これをバルサバ法とかバルサバっていうんですよ。要は息を止めてむっと力を入れると、息を吸ったり吐いたりしながらね、重いものを持つ時と息をうっと止めて持つ時ってどっちが力入ると思います？後者、つまり息を止めて力を使う方が力は発揮できるんですよ。だから息を止めて筋トレをする人の方が多いわけです。ただ息を止めてやるのはバルサバといって、目の圧力、眼圧が上がりやすいと分かっています。眼圧というのは正常が10から20程度、21という定義もあったりするんですけど、10から20程度で、これが高ければ高いほど目の緑内障にとって悪いし、緑内障になりやすいとも言われているものです。血圧に近いイメージと思ってください。だからこそ高いよりは低い方がいいよねっていうのが基本的な考え方です。だとすると息止めでやっちゃうことって悪いんじゃないのとも考えられていましたし、実際息止めで筋トレとかがっつりやると眼圧というのが結構上がるよねっていうのが分かってたんですよ。じゃあ今まで一般の方でそういう研究してきたけど、緑内障の人は実際まずいのかなっていうのを調べたのが
今回の研究になります。それどういうことかっていうと、今までは緑内障の患者さんにとって筋トレやらせるのってちょっと危ないかもしれないから、そういう研究ってあんまり行われてこなかったんですよ。緑内障もない一般の方が筋トレするとどのぐらい圧力が上がるかなっていうのを調べてたんですよ。なんで？だって緑内障の人調べりゃいいじゃない。いや、そうなんだけど、悪くなる可能性があるものをその病気の人にやるのってちょっと倫理的にどうなのっていうところもあるじゃないですか。だからなかなかやりづらかった。ただ今回は、そこら辺をクリアして緑内障の人に対しても筋トレやってくださいとやると意外な結果が出てきたんですよ。まず今まで通り一般の方18名に対して筋トレをしてもらいました。大きく分けて2つの筋トレですね。レッグエクステンション、バイセップスカール、わけわかんないですよね。いや、分かる人は分かるんだけど、レッグエクステンション、足を伸ばす作業。足伸ばすだけ？違うんですよ。足を伸ばしながら重いものをこうグッとこうやる。私が今まで YouTube で実際筋トレしてきて眼圧どうなるかどうかっていうのがあって、ちょっとそれも見ていただけるといいんですけど、実際私が、レッグエクステンションして眼圧がどう変化したかっていうのを実験してみた動画もあるので、ちょっとそれも見てくださいね。グッてやって足を伸ばすんですよ。この場合の筋肉としては大臀筋、ですね、臀部、つまりお尻の筋肉ですねとか、大腿四頭筋といって、足には大きい筋肉がたくさんついてるんですよ。こういう筋肉を使ってくれる。つまりレッグエクステンションというのは筋肉のかなり大きい筋肉を使ってくれるトレーニングになります。よくダイエットにいいとか言われますよね。もう一つがバイセップスカール、簡単に言ってこう力こぶを作るような運動ですね。だからどちらかというとすごく大きな筋肉じゃないんですよ。力こぶでかいじゃんって思うかもしれないけど、力こぶって大体の大体じゃない、上腕二頭筋といって前の方の筋肉ですね。で逆の方、こうやって伸ばす方の筋肉は上腕三頭筋というね筋肉、頭が3つあるというかね、3つのにつながっているから三頭筋といって、ここ2つがこうつながっているから二頭筋っていうんですよ。でこういう2つの筋肉があるわけですけど、二頭筋、つまり力こぶの方のこうやって重いものを持ち上げるっていう作業をしてみてどうなのっていうのを調べたもんです。じゃあ限界までやったの？ちょっと限界までやると分かんないから、ちょっと危険もあるかもしれないから、ちょっと限界よりは落としました。具体的には中程度の運動強度ですね。どのぐらいが中程度？実はこれを RM というふうに示します。RM、例えばあなたが100キロの1回持ち上げるのが限界だとしましょうよ。これを 1RM って言います。10回持ち上げられるよ。これを 10RM って言うんです。だから限界いっぱいいっぱいだったら 1RM1 回とか 10RM10 回だったらこれ限界いっぱいいっぱいまで運動しましたってことね。で例えば、10RM を3回やりますっていうと、7回分余裕があるわけじゃない。こういう感じですね。で今回はその中程度っていうのは例えば10回とか15回とか、そのぐらいは、いわゆる中程度、10回だとちょっと間ぐらいだけど15回ぐらいが中程度の運動なんですよ。だから2回とか3回とかしかできないのを高強度のトレーニングって言って、例えばこれ30回40回できちゃうっていうのはこれは低強度の運動っていうんですね。だから中程度の運動強度で10回やってもらいました。15回できるのに10回だから5回分余裕があるんですよ。だから筋トレガチ勢、つまりがっつりやってる人からするとそんなもん意味ないじゃんと、追い込まなきゃいけないと、限界のその先に運動の意味があるんだって人もいると思います。別にそれでいいんですよ。でそれは筋肉を育てる上でね。でも健康のために筋トレしてるって人にとっては別に追い込んで筋肉を大きくしようっていう発想があんまりない人たくさんいるんですよ。ですよ。なのでそのぐらいの運動だから、よく私が患者さんに聞かれてこのぐらいの筋トレいいんですかって言われる、中高年の方とかの運動っていうのは、例えばカーブスで運動してますとか、ちょっとジムで、有酸素したりちょっと筋トレしたりしてるんですとか、マシンをちょっと使ってみてるんですって人が、大体このぐらいの筋トレレベルかなと思ってください。
一方で、自宅でちょっとスクワットしてますとかちょっと腕立てしてますぐらいだと、低強度ぐらいだから、これよりは、リスクさらに少ないって感じですね。一方でパワーラックとか使って、いわゆるこうベンチプレスしてみたりだとか、担いでスクワットしてみたりだとか、いわゆる自重、つまり自分の体重だけじゃなくてね、担いでスクワットしてみたりだとか、デッドリフト、つまり、すごい重いものを持ち上げるようなね作業とかしてみたりだとか、こういうのは高強度に近いことが多いですね。そういうことをしてる人はですね、高強度にレベル近いことをやってる人は大体自分で分かってると思いますんで、その人はもう分かるよね、言わなくてもって思うので、中程度程度の運動ぐらいまでやってるのが一般の方でしょってことで中程度。するとレッグエクステンション、足を伸ばすので眼圧が 2.3 上がりました。バイセップスカールで 3.4 上がりました。じゃあバイセップスカールが悪いのかっていうと、その差をあんまり見るんではなくて、そんなには変わらないかなってぐらいのニュアンスと思ってください。2から3ぐらい眼圧が上がるんですと。これは結構上がるねと。いや、緑内障じゃない人にとってみると2から3眼圧上がるのってなんか問題って思うかもしれないけど、だって10から20なわけでしょ。16で2上がったって18じゃん。そうなんだけど、例えば緑内障というね、目の神経が悪くなる病気において治療として目薬があるわけですよ。この目薬はどのぐらい眼圧を下げてくれるかっていうと2とか3ぐらいなんですよ。強いのはね6とか下げるのもあるんだけど、基本2から3ぐらいなんですよ。つまりお薬1個分ぐらいの眼圧が上がっちゃうわけだから、ちょっとねなりますよね。じゃあ緑内障の人やってもらいました。26人の緑内障の方、さっき18人の一般の方ね、やってもらうとレッグエクステンション足伸ばして 0.3 程度、バイセップスカールで 1.4 程度眼圧が上がりました。あれ、さっきもう一回言いますよ。一般の方はレッグエクステンション足伸ばして 2.3、 緑内障の人は 0.3 ですよ。そんなわずかな、これ上がったっていうの。バイセップスカール一般の方は 3.4、 緑内障の方は 1.4、これはちょっと上がったと言えるけど、言うても1、つまり目薬1本分にも満たないわけよ。そしてそれは一時的で戻ってくる。さらにここで調べたんです。眼間流圧って言って、その圧が、緑内障で眼圧が上がると何が悪いかっていうと、それによって目の方にちゃんと血液がいかなかったりしてしまうのは問題だよね。それを眼間流っていうんですね。でその圧力を眼間流圧っていうんです。これが悪くなってしまうと緑内障は悪くなりやすいと言われてるんですよ。じゃあ眼間流圧が変わったのか、これはほぼ変化がなかった。だからこそ一時的な一見眼圧が上がるようなことはあったけれども、眼間流圧も上がらないし、そしてこれは分かってるのは長期的にはこういう無酸素運動をすることによって将来眼圧がちょっと下がる可能性はあるよって言われてるんですね。ちょっと負荷をかけることによって、そこから先ちゃんと体が慣れてくるというかね、そういうことによって圧が下がってくる。だからこの中程度の運動であれば問題ないでしょうと言っていいんじゃないかなっていうのが今この結論からだけは言えるわけ。もちろんね、今後いろんな研究が出てくればわからないよ。わからないけど、私自身として患者さんにも今までいろいろな患者さんに聞かれます。筋トレしていいですか、なんとかしていいですかって聞かれるけど、あまりにもムキムキな人の場合は、ちょっと待って、どんぐらいやりますって言って、いや、このレベルです。あ、そっか、ちょっとどうかなとかって人もいるし、すごいムキムキの人なんだけど、視野も今までいいし、眼圧もそんな上がってないから、ちょっと大丈夫だと思うからやってみてって言って経過を見て、もう何年も何十年も見てる人います。で全然悪くなってない、全く問題ない、すっごい重さを扱ってるみたいなの、僕無理ってぐらいのなんだけど全然悪くなってない人もたくさんいます。なので筋トレがイコール悪だとは思わないでください。一般的にはちょっとはやった方がいい。中程度ぐらいだったら問題ないと思います。これが何百キロみたいなレッグプレスとかそうなってくるとちょっとわからんっていうのが今のところで、多分そういう研究はなかなか出てこないです。なぜか倫理的に問題がある可能性があるからね。だから難しいのよ。なのでこの科学というのはどうしてもその倫理的な限界はあるのね。ただこれからも
いろんな、ね、筋トレしてみてどうだったかとか、あと過去ね私がやったその筋トレ動画とかもあるので、ぜひちょっとそれ腕立てとか、スクワットとかレッグプレスとかやってみて眼圧がどうだったかあるので、ぜひちょっとそれも見ていただけると、こう違うんだなって思うので、ぜひ他の動画も見ていただければと思います。またチャンネル登録ベルマークもね押しといていただければと思います。よろしくお願いします。